NISA 続けて大丈夫でしょうか？はい、大丈夫です。結局、その株っていうのはある程度上がったり下がったりっていうのはあるんですけど、NISA でどこの株を買ってるのかにはよるんですけど、例えばその30年前にアメリカの SP500 を買った人たちっていうのは、株価がもう10倍になっていましたと。っていうのがあったりするので、80% になりましたとか、50% になりましたとかでも、10年単位だと10倍になってるのであれば、それはその上がっていく上の過程でちょっとずつ下がったり上がったりしながら右肩上がりになっていくので、基本的にはそのアメリカとか全世界ファンド系に投資してる人は大丈夫じゃないかなと思うんですけど、ただ、NISA で個別株を買って、その会社の業績が悪くなりましたって言われても、それはそういうことがあるので、個別株は気をつけてくださいっていうのがあるので、なので基本的には積み立て NISA で、ノーロードとか言われる手数料無料系のものを選ぶ方がいいんじゃないかなと思いますけど、結局そのなんか株とかをあんまり買わない方がいいよねって思ってて、でも NISA やってるから買っちゃったっていう人って、これだからやっぱり損するから株怖えなみたいになってる可能性があるんですけど、結局勉強して、ある程度勉強しないとそれなりに勝てない可能性もあるので、何も考えないで SP500 に突っ込んどけっていうタイプもいるんですけど、やっぱでも、勉強するんだったらむしろ他のことを勉強して本業につないだ方がいいよねっていう考える人もいると思うので、お金が余ってるんだったら僕は投資した方がいいんじゃないかなと思いますけど。で、ただ、多分僕、今年の春ぐらいから株どうしたらいいですかみたいな人の話に SP500 買った方がいいですよとか、アメリカの株買った方がいいですよって言ってたんですけど、ただ、調整局面が来ると思っていて、調整局面が来て、その後買った方がいいんじゃないですかっていうのをちょこちょこ言ってたんですけど、僕結構今後調整局面になるんじゃないかなと思っていて、アメリカの株価も下がってるっていうのもあるんですけど、割と円高傾向に行きつつあるっていうのもあるので、アメリカリセッションが実は来るんじゃないかなというふうに思ってるんですよね。で、もともとそのハイテク株、AI 系の株が上がりすぎていて、でも実際 AI って利益をまだほとんど生んでないんですよね。AI で1兆円の投資をしますとかっていうのがオープン AI がマイクロソフトがやってたりするんですけど、でもじゃあ1兆円の売り上げの見込みがあるかっていうとそうでもないよね、みたいなのもあったりして、AI 投資をすげえいろんな会社がやってるんですけど、実際売り上げとしてはそこまで AI というのはまだお金を生んでないよねという状態で、あんまりここまで株価高くしちゃってもどうなのっていうのがあって、リセッション上がりすぎた株価が、これは上がりすぎだよねというので、株価が下がる。不景気と考えていただいて結構です。一時的な不景気みたいなのをリセッションって言ったりします。なので、そういう感じで、アメリカもそろそろ株価上がりすぎたから下げた方がいいよねっていうのと、失業率が割とそんなに上がってなかったので、アメリカ景気いいよねってなったんですけど、でもアメリカの失業率も結構上がってきたよねっていうのもあるので、そうなると実態として景気が悪いかどうかは別にして、上がりすぎてるから一旦利益確定させた方がいいよねっていう風に考える人たちっていうのがちょこちょこ出て、で、一旦利益確定させた方がいいよねっていう人たちがちょこちょこ出始めると、で、そこでまた株価も下がるので、結果として株価下がるからもうなんか今手放した方が得だよねっていうところで、怖がって手放す人が増えるっていうので、結果として景気後退局面になるっていう。今、1ドル146円とかになってると思うんですけど、で、あれもちょっと僕上がりすぎだなと思っているんですけども、なんで上がりすぎなのかというと、その日本円って借りた場合にほとんど利息払わないで買えれるんですよ。ちょっと前までゼロ金利でしたみたいなので、最近ようやく 0.25% 長期金利上げますとかっていうのを4月31日に日銀総裁の上田さんが言ったりしたんですけど、っていう感じで利率が低いんですよ。で、利率が低い円で借りたお金をドルに変換して、アメリカの定期預金に入れますとなると、アメリカの定期預金で 4%、5% とか利子がつくんですよ。で、さらにその円安になっていくと、利率とは別に円安でさらに儲かるっていうのがあって、なので日本円を借りて、海外、アメリカ、ヨーロッパに投資をすると得だよねというのを世界中の人がやってたんですよね。で、リセッションが始まるよねってなると、一回日本円借りてるのを手仕舞いした方がいいよねっていうので、まずアメリカの株をバーンと売って、バーンと売った株のドルを円に変えて、円で借りてたものを返すっていうのをやろうとすると、円で借りてたものを返すために円を買うというのをやらなきゃいけないので、そうすると円高になるんですよね。っていう海外の人の動きと、あと僕日本人の結構海外投資でビビっちゃって引いた人もそれなりにいるんじゃないかなと思ってて、まだこれデータ見てないので全然違うかもしれないですけど、NISA とかで海外に投資した方がいいよねとか、なんか円安だからドル買った方がいいよねとか FX とかっていうので、割とその円安向けに投資をしてた日本人で結構多かったと思うんですけど、で、こんだけ円高が来て株価が下がると、やべっていう風にドルとかを円に戻して、とりあえず経済が落ち着くまで待とうという日本人も結構多いというところで、海外投資をしたそのNISAで確か毎月4兆円とかそれぐらいで投資したんじゃなかったかな。
NISA を買う人が海外のものを買うみたいなのがあって。なので、それで多分1年間あると、それで50兆円とかになったりするので、そこの半分でも20兆円分の円を買うみたいなので、戻すためにドルにしたものっていう感じで戻してる部分もあるんじゃないかなというのを想像で喋ってください。日本もじゃあそれが終わった後に、じゃあ日本円で持っててもしょうがないよねというところにまたなってしまうので、ある程度その円安円高が落ち着いた頃に、また海外に投資した方が長期的には得だよねという形で円安傾向なのではないかなというふうに僕は思っていますけども。はい。NISA についてお聞きしたいです。周りで知っている人が多かったり、よくお勧めされているのいます。でも NISA って株のことなんですよね。株は普通儲けに税金がかかるけど、税金がかからない制度だよ。だから株をした方がいいよってことなんでしょうか。はい、そういうことです。株ってギャンブルな印象なのですが、資産の分散目的としてやはりすべきなのでしょうか。ギャンブルは基本的に統計学上やり続けると必ず損をします。競馬ですとかパチンコですとかっていうのは、パチンコがお客さん全員の額が100万円使ったとして、確か 70% ぐらいがお客さんに戻されて、30% ぐらいがお店に落ちるのかな。で、競馬とかが確か半々だったかな。じゃあ 60% とかか。100万円のうち60万円がお客さんの当たり券で、そこの競馬の運営の方に40万円持ってかれますみたいな形で、基本的には掛け事というのは、お客さんがかけたもののうちの何割かを運営元が照らせんという形で持ってって、そこに残ったお金を勝つお客さんと負けるお客さんで分かれるという形で、なので、かけ続けると基本的には必ず胴元が何%か持っていくので、お金は減っていくんですよ。で、ただ、株式は持ち続けると全員お金持ちになります、統計上。30年前に SP500 っていうアメリカでいう日経平均みたいのに100万円入れてた人は今全員1000万円以上になってます。10倍になってます。で、日本の場合は日経平均に1990年代に入れてた人。今はそんなに変わりません。ちょうどね、去年あたりに日経平均超えたんだっけ。なので、日経平均で日経平均の額を買った人は、ちょうど日経平均が元の額に戻ったので、元の額に戻ったね、やったねっていうのが日本の人たち。海外のそういうものに投資をすると、10倍になるのが当たり前なんですよ。なので、海外投資した方が得なんじゃねっていう風に割となってるっていう。これ別にね、80年代の利回りじゃなくて、アメリカの株価というのはずっと上がり続けてるんですよ。それはアメリカが経済成長をずっとしているから。アメリカの会社すごいよねというか、国というのは経済成長というのがあって、他の国って先進国でいくと 2% とか 3% とか、毎年毎年経済成長するんですよ。なので経済の規模がだんだん大きくなってくるんですよ。でも日本という国は先進国の中で経済成長率がここ20年ずっとビリです。で、下手するとマイナスの年もあります。要するに経済成長マイナスって1年間働いた結果損したっていう。物を作って物を売るっていうのをやって、日本で1年間みんな頑張ったよね。はい、結果発表します。損しましたっていうのが結構ね、何年もあるんですよ。他の国って1年間働きました。売れました。ほら得したよね。2% 得したよね。3% したよ。平均してね。っていうのがずっとあるんですよ。例えばそのバルト三国とかの発展途上国って言われる地域とかだと、ラトビアとかだと、経済成長率が 5% とか 8% とかなんですよ。で、そうなると株を買ってると 8%、5% で増えますと。なので、銀行にしても 3% とか 4% とか利子がつくんですよ。なんですけど、日本の場合は日経平均という株を買っていたとしても全く変わらないっていう。それはなんか現金で持っててとか定期預金に入れてとか日本の証券とか持っててもしょうがないよね。海外に投資した方がよくねっていうので日本中の人たちが NISA を使って海外に今投資をしまくってるんですよ。で、その結果何が起こるかというと日本円を売ってアメリカのドルを買ってアメリカの SP500 だったりオールカントリーって言われて世界中の株でも世界中の株って言ってもなんだかんだ言って7割ぐらいアメリカだったりするんですけどっていう感じでドルをバンバン買ってるんですよ。で円を売ってドルを買うとどうなるかというと円が安くなるんですよ。ドルの値段は全く変わってなかったとしても円の価値が下がってるので、さらにそれが税金かかりませんってなったらそれは投資した方がいいでしょってなってよりドルに投資する人が増えるっていうので日米の金利差という形でずっと円安が今続いてます。なのでそのまま現金で持ち続けてる人と投資をしている人でお金の量が変わってくるんですよね。ピケティさんっていう人がもう論文で証明したんですけど一生懸命働いてる人の給料が増える割合よりお金持ちが投資してお金が増える割合の方が高いよねっていうのがもう証明されちゃっていて、例えば年収400万円の人が1年間頑張って年収440万円になることってまずないんですよ。
1年で 10% 給料が増えるってことはまずないんですけど、130円の時に投資した人が1年後150円になってて 15% 増えてますっていうのが普通なんですよ。なので、お金投資した方が増える割合高いよねっていうのが、ピケティさんのみならず、日本人も今体感しているっていう状態なので、お金がもし欲しいのであれば、ある程度、日本以外に投資をした方がいいんじゃないかなという状況に、今日本はなっているということだと思います。NISA は国が推進する制度で裏があるから使うべきでないという説についてどう思いますか？なんだろうな、日本が信用できなくて、日本が推進している制度なのであれば、全てを信用しないというのであれば、多分生きづらいと思うので、他の国行った方がいいと思うんですよね。年金とか社会保険とか介護保険とか選挙に行きましょうとか教育を受けさせる義務とか割と日本っていろいろなやらされることがあるんですよ。教育を受けさせようとしているということはこれは裏があるだから教育を受けるべきではないとかって考えるのであれば、それはそれで考えとしてありだと思うんですけど、やっぱ頭が悪い陰謀論に染まる人っていうのはそういう人だから教育を受けない方がいいと思うんだろうなっていうふうに感じちゃうのでかわいそうだなと思いますけどね。新ニーサの損切りが殺到しているニュースで見たのですが本当だと思いますか？はい。本当じゃないですか？自分は一部の損切りする人を切り抜いた誇張報道な気がしました。新ニーサは投資したとのまだ250万程度の少額で、評価額がたった100万程度減ったとしても大したことなく積み立て系統で良いと思うんですが、日本人の場合は恐怖に対する耐性が低い人が多いので、下がる、怖い、じゃあもう損切りっていう人が他の国より割合として高いと思うんですよね。ある程度ギャンブルをするというのが苦手なんじゃないかなと思いますけど。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。